はい、速報です。国民の声で給付決定も特別定額給付金10万円の2回目と消費税減税ということで、給付金の最新情報についてお話しさせていただきたいと思います。で、新たに入ってきた情報で、この特別定額給付金10万円の2回目と消費税減税が実現する可能性についてシナリオが上がってきましたので、その内容についてお話しさせていただきたいと思います。で、この動画を通してですね、全体でこの国民の声から特別定額給付金10万円の2回目、あるいは消費税減税が実現するシナリオについて解説させていただいてますので、ぜひ最後までご覧になっていただければと思います。で、今日はこの給付金の動画、あるいはこの補助金に関する動画というのを個人の方でご覧になっていただいている方がほとんどだと思います。新しい補助金あるいは給付金に関する情報が出ましたら、すぐに動画でお話しさせていただきますので、新しい情報が出たらすぐに知りたい、あるいはすぐに申請をしてできるだけ早くもらいたい、確実に給付されたいという方はぜひチャンネル登録をしていただければと思います。新しい情報が出ましたらすぐにご覧になっていただけるようになります。それでは早速いきたいと思います。まず特別定額給付金10万円の2回目というのは、まだ給付されるかどうかというのはまだ分かってないんですけれども、そもそも特別定額給付金って何かというところからちょっとおさらいしたいと思います。これはコロナ禍、2020年にあった2020年5月1日にあった全国民を対象にして1人10万円を給付するといったような給付金の案のことです。で、その2回目って何というところなんですけれども、この最近は国民の生活が非常に苦しくなっているという声がめちゃくちゃあります。で、その声を受けてこの特別定額給付金の2回目っていうのがある可能性ということが言われてるんですけども、その可能性についてちょっと探ってきましたということです。ただ今の岸田首相に関して、岸田内閣に関してはこの特別定額給付金のような国民1人当たり10万円給付するということについては国難の事態に限りますと、コロナ禍のような国難の事態に限りますということで、ここ最近給付するということでは考えていないということです。ただこの給付金っていうのは繰り返しありますと。例えば最近の給付金だけで言っても、2009年の1万2000円を1人当たり給付したということ、あるいはコロナ禍のこの1人10万円給付ですね。で、非課税低所得の人に限って言うと、2022年2023年という形で毎年10万円が給付されているといったような状態です。給付金っていうのは先ほど言ったように繰り返しありますので、今までの歴史を見ても今後また10万円給付といったようなものが行われる可能性というものもありますと。この非課税低所得世帯とあるいはそれ以外の間でですね、税金払ってない人に税金から給付するというのはおかしいとかいうことだったりとか、あるいはいやいや税金が払えないぐらい苦しいんだからいいじゃないかという声もあったりとか、だったら公平に一律で給付しろというような声もあったりはしますが、いずれにしても給付金は繰り返し給付されていて、今後もある可能性が高いといったようなところですね。で、この実は特別定額給付金っていうのは、実はこの1回目はですね、国民の声を受けて実現したというのがあります。1回1世帯30万円というふうな内容で自民党が閣議決定をしました。で、閣議決定をしたんですけれども、国民としてはいやいや国民1人当たり10万円給付してくれという声を出したと。で、その国民の声を受けて公明党が自民党に対して提案をして、自民党はその一度決まった1世帯30万円の閣議決定を組み替えて1人10万円給付と特別定額給付金という形で決定したというふうな経緯があります。さあ、じゃあ今は国民の声はどうかというところですね。とにかく生活費の負担が苦しいと。コロナ禍よりも生活が苦しい。国民としてはコロナ禍よりも国難だと思ってますと。物価が上がっているのに給料は上がっていないと。国民生活の下支えが必要ですよというふうに思っているということですね。給料上がってますよっていうふうな声もあるんですけども、それは新聞とかに出ているのはあくまで大手の企業、一流企業の一部に限った給料の上昇で、ベア 5% とか毎年 5% 上がるとすごいなと思うんですけども、それも本当に一部の企業で、我々一般的な国民が大半が勤めている中小企業に関しては、給料の上昇っていうのは追いついていないということが言われています。実際に新聞でもそういったような記事が上がっていて、実態としては物価は上がっているが給料はほとんど上がっていないという国民が大半を占めているといったような
状況です。アメリカが好景気だと言われるのは、物価が上がってさらに給料も上がっているといったような状況があります。その中で好景気といったようなことが言えるんじゃないでしょうか。日本もデフレ脱却しましたということを宣言しようかということが声高に言われてますけれども、そんなことを言えたもんじゃなくて、物価が上がって給料が上がってない状態っていうのは最悪の状態なんで、むしろ攻撃どころか国民としては本当に苦しい、生活費の負担が苦しいといったような状況にあるとても誇れたものではないといったような状況じゃないかなというふうに思います。じゃあこの国民の声を受けて、内閣がこの10万円給付というのを実現してくれるかというと、実はそういうわけでもなくて、自民党はこの10万円給付というのを一切言ってないといったような状況です。さあじゃあ10万円給付を政策にしている党というのはどこかなということで、各党のホームページとかで政策を確認していきましたところ、国民民主党がインフレ手当として10万円、あるいはれいわ新選組っていうのは四半期ごとですね、春夏秋冬でそれぞれの季節で10万円を給付するんだと、その財源ありますといったようなことを謳ってますと。なるほどというふうに思うんですけども、ただしこの両党ともとにかく野党ということがあるので、なかなかちょっと実現しにくいというところはあります。じゃあこのまま野党のままかというと、実は岸田内閣っていうのはめちゃくちゃ支持率が低い状態だという現状があります。これは先月の内閣の支持率の調査世論調査なんですけども、各社ともにとにかく過去最低を記録しているといったような状況です。この毎日新聞の調査に至ってはですね、支持率 14%、不支持率が 82% に上っているといったような状況です。もうとても岸田内閣のやっている政策は支持できませんといったような国民の声が反映されているというところですね。とんでもない低支持率といったような形です。岸田首相が再選して、あるいはですね、この首相を続けるというためには、この国民の支持っていうのは絶対に必要です。で、なぜかというと、今年は衆議院の解散のタイミングなんじゃないかなというふうなことが言われています。なぜかというと、岸田首相の目論見としては首相を続けていくために、この自民党の総裁選で再選をしなければなりません。その任期っていうのは今年の9月で、この9月までにこの自民党総裁選で再選するといったような段取りができてなければいけないと。で、ただこの低支持率では、その後にある来年の10月ですね、衆議院の任期が満了しますので、この自民党の総裁選で再選するということは、この衆議院選挙を自民党としてその岸田首相ということを自民党の顔にして選挙を迎えるということになるので、なかなかちょっとそれは認められないと。この低支持率では、その岸田首相を自民党の顔にしたのでは、もしかしたら自分の衆議院の議員としての地位も危ういというふうに自民党の議員は考えるはずなので、この9月の自民党の総裁選の選挙で岸田首相を推す、岸田内閣を再選させると、岸田さんを再選させるということは到底考えられないということですと。なので岸田首相としては、この1月から6月までの間に通常国会で政治資金規正法の改正を行ったりとか、あるいは6月に減税ですねっていうのを減税をスタートさせて、国民の支持率を上げて、その後にですね、この自民党総裁選の前に衆議院を解散して、そしてこの自民党がなんとか過半数、支持率が少し上がったところでなんとか過半数を確保して国民の信用を得ましたよと、過半数確保しましたよということをもってして、この自民党総裁選に再選するといったようなシナリオを描いています。ただしこの低い支持率では解散は絶対に無理なんで、この岸田首相としては支持率を少しでも上げていくということが必要になっています。ただ昨年末に決定した総合経済対策案で、この例えば減税4万円とか、あるいはこの非課税世帯に対する給付7万円というところの結果、全然支持率が上がりませんでしたと。で、さらに最新の支持率です。3月2日から3日に入ってきた、今月の世論調査の中で一番最初のものですね。この JNN、いわゆる TBS 系の世論調査によると、不支持率 74%、支持率 22% ということで過去最低を記録したといったような状況です。派閥解消しますとかいろいろやってますけれども、自民党の中で反感を買うだけで結局支持率は上げられなかったといったような結果になります。で、
このことによって今までは岸田内閣が支持率を上げるためにこの特別定額給付金10万円の2回目をやる可能性があるんじゃないかということも予想されましたが、おそらくこの最新の支持率を受けてもうちょっと岸田首相無理なんじゃないかなということで、岸田首相いよいよ諦めたかというふうなことも予想されますと。でこの2024年9月ですね、ここですねの自民党総裁選の任期で退陣をするんではないかなというふうな新たなシナリオが浮かんできました。ということは岸田首相はもう諦めたので、特別定額給付金10万円の2回目なんていうことはもう考えないと、やることもないんだなというふうにも想像できるんですけど、しかしここで新たなシナリオが浮かんできますというところですね。このまま岸田首相ではなかなか厳しいので、やはりこの自民党総裁選、今年の9月ですねに、もちろん自民党の総裁としては、おそらく自民党の議員としては岸田首相以外の人を総裁に推して、そして総裁になるといったような形になると思います。岸田首相は一日でもおそらく長く首相をやっていたいと思っているので、この9月までは首相として自民党総裁としてやっていくでしょうと。ただここでお疲れ様でしたということで、自民党の総裁が変わって、そこで岸田首相は終了といったような形になってくる可能性があると思います。でそうなると、その新しい顔でですね、石破さんだっていうふうにも言われたりしてますけれども、その小石河連合の推す、あるいは麻生さんの推すようなですね方がこの自民党の総裁といったような形になって、その顔でこの衆議院解散、あるいはこの任期満了というところで新たに衆議院の選挙が行われると。ただ国民はいくらなんでも今回はさすがに怒ってると、大激怒してるっていうのがあると思います。低支持率、低投票率、国民としてはどんなに自民党が嫌だと言っても結局投票に行かないんじゃないかということが言われたりもしてますけれども、さすがに今回は選挙に行くでしょうというところです。一説には自民党は60議席、あるいはそれ以上減らすというふうにも言われています。もうこのままいくと歴史的惨敗になると。この党首が変わって、もちろん総理大臣が変わったところで、もうちょっと歴史的惨敗はもしかしたら避けられないんじゃないかといったような現状です。で当然過半数割れしますと。で過半数割れするとどうなるかというところなんですけれども、連立政権が誕生するんじゃないかと。過半数割れはするんですけれども、自民党が政党の中で一番多い議席数を獲得するっていう可能性はまだもしかしたらあるので、そうなると連立政権と、村山政権のような連立政権になるという可能性があると思います。でこの時、自民党が一番多い議席数、衆議院の中でも一番多い議席数だったんですけれども、ただこの連立政権、村山政権の時は自民党以外から首相を立てたといったような形になりました。さあで今回もし連立政権を組むとするならば、自民党に近い政党、まさか、例えば国民民主党であるとか、そういうところと組む可能性というのが出てくるわけですね。そこでもし国民民主党、皆様ピンときたと思うんですけれども、国民民主党と連立政権を組んだ自民党が組んだ場合、もちろん公明党なんかも入ってくるんでしょうけれども、その時にですね、国民民主党っていうのは、最近はちょっと与党に寄ったような、提案をしたりとか、そういったようなことをしています。ただそれ以外に、こちらですね、先ほど言ったように10万円給付を政策にしている党だということです。もしこの自民党が大半して過半数割れをした時に連立政権で国民民主党と組んだ場合、その玉木首相を国民としてもやはり受けがいいので、自民党の総裁をさすがに首相にするということはできなくても、その連立を組んだ国民民主党の玉木代表を首相として推す可能性があるということですね。その場合、国民民主党の政策、実はこのインフレ手当10万円に加えて、実は消費税減税ということも政策で謳ってます。
これは実は昨年の11月、頭ぐらいにですね、参議院にこの消費税減税法案というのを提出しています。つまり国民民主党の代表、国民民主党の顔であるこの玉木代表が、この連立政権として推されて首相になった場合は、この特別定額給付金10万円の2回目のみならず、消費税の減税も実現する可能性というのが出てきたというところです。さあ、ここで給付金に関する動画っていうのを上げさせていただいているときに、皆様からめちゃくちゃコメントをいただいてます。で、そのコメントの中で多いのは、その給付金やってくれ、賛成反対、もちろんそういった意見も多いんですけれども、それに加えて消費税減税の方こそやってくれという声がめちゃくちゃあります。で、消費税減税が望まれる理由として、皆様いろいろこのコメントで意見を入れていただいています。ありがたいことに。で、その内容を少しまとめてみました。消費税減税が望まれる理由というのは、この主に4つあります。1つは消費税の負担が大きいということですね。で、消費税の負担っていうのは必ず何かを買った時に 10% かかってきて、それが永久に続くといったような状態なので、例えば収入が400万円の家庭、一般的な収入が仮に400万円と、我々国民の一般的な収入が400万円とすると、その中で 10%40 万円というのはもう毎年必ずかかってくると、細かい計算はあると思いますけども、ざっくりそういったような金額がずっとかかってくるということで、とにかく負担が大きいと。10万円を1回給付されるとかそんなようなレベルじゃなくて、とにかく負担が大きいですという声があります。それがなくなれば非常に楽だということですね。それが2番目につながってくるんですけども、経済的影響の持続ということがあります。例えば今1番で言ったようなその形で、例えば1年で40万円のその経済的な影響というのがあるとすれば、それが何年も続くという形になるので、その経済的影響っていうのがどんどん続いていって、この特別定額給付金10万円もいいんだけれども、それ以上に国民の生活費の負担が減っていくということがあります。経済的影響の持続ですね。それから3つ目、消費刺激ということでも消費税減税がいいんじゃないかという声があります。で、これは何かというと、何か新しく物を買うとか経済的活動をするということについて、税金がかかるというのが消費税です。この消費税が減税されることによって、そういったことにかかる税金というのが 10% 減るということなので、消費を皆さんしやすくなると。その分価格が下がって、動けば動くだけその分の税金がかからなくなってくるというところなので、消費の刺激としてもいいんじゃないかと。不景気であるからこそこういった消費税減税っていうのは望まれてるんじゃないかというふうな声もあります。それから4つ目としては、この声も結構あるんですけど、税負担の公平性ということがあります。これ何かっていうと、例えば収入400万の家庭でも収入1000万の家庭であっても、同じレベルの生活をするんであれば生活費っていうのは変わらないです。で、生活費っていうのは変わらないんですけども、例えばじゃあ収入年間で400万の世帯があったとして、その世帯が10% かかってくる、その生活費にかかってくるわけですけれども、例えば1ヶ月じゃあ20万、あるいは30万で30万でじゃあ1ヶ月生活しているとしたら、そこに 10% の消費税がかかって毎月3万円負担しているということになります。で、かたやこの1000万の収入の方も同じ400万の方と同じレベルの生活をしているんであれば、生活費はじゃあ同じく30万円かかってきますということで、そのうち税金を3万円払いますということになります。つまり同じレベルの生活をしているということに限っては、その収入に差があったとしても同じだけ税金の額を払うということになるので、公平ではないんじゃないかということがあります。消費税がなくなることによって、その収入にかかる所得税とかそういったような負担が大きくなってくるので、この税負担の公平性っていうのがあると、出てくるんじゃないかということになりますと。ということで、この特別定額給付金10万円の2回目をぜひ実現してほしいと、そのシナリオについてはこうだという声と、それに加えてこの消費税減税というものも望まれていて、もしかしたらこの自民党が大敗して過半数割れしたら連立政権が樹立されて、国民民主党の玉木代表が首相として推される可能性というのももしかしたら出てきたんじゃないかなと。この新しく入ったこのもう岸田首相の支持率がどんどん下がる一方で上がりませんという結果を受けて、もういよいよ諦めたかというふうな可能性もあるんではないかなというふうに予想しています。こういった形でもし玉木代表がですね首相になれば、インフレ手当10万円、つまり特別定額給付金10万円の2回目といったような形での
国民1人当たり10万円給付というところに加えて、この消費税減税という形で国民の生活の負担が非常に軽くなるという可能性もあるというシナリオについて考察させていただきました。もちろんこの特別定額給付金の10万円の2回目っていうのがあるかないかっていうのはもちろん分かってませんし、もちろん消費税減税っていうのも決定してないんですけれども、新しい情報が出ましたらまた動画でお話しさせていただきたいと思いますので、新しい情報が出たらすぐに知りたいという方はチャンネル登録をしていただければと思います。ありがとうございました。